JBL はいいよってことですの。 JBL はいいよっていうことです。今回はこういう話ですそうね。いうことなんですけどねはい、はい、厚木さん最初に JBL を意識したのっていくつぐらいのどんなタイミングっていうのを覚えてますか？まあ一番資料を用意してますけど、あら、ここに1975年の春号、うん、ステレオサウンド34号ですね、じゃあもうその時点でオーディオ小僧だったのはもちろんこれを初めて買ったステレオサウンドです。34号、はい、34号75年ですね、うんうんうん、はい、この中にとっても印象的な記事があって、特集記事はプリメインアンプの視聴特集なんですけど、ここにこういう記事があるんです。 JBL C46 ミニゴン、ミニゴンだね、はい、うん、ミニゴン、もうこの写真の美しさに、はい、子供ながらにびっくりしましたね。じゃあミニゴンミニゴン、ミニゴンなんだ最初の、はい、じゃあインパクトはい、どういう感覚だったかってなんかいまだに同じような感じで見れます？このミニゴン。もちろんですね、で必ずこのサランネットでないとダメです。木のこう実は、ね、はい、ここにあるんですけど、これ木のルーバーのやつがあるんですけど、シックでいいんですけど、すごくいいんですけど、僕はやっぱりこのサランネット確かにかっこいいタイプのミニゴンは僕はこの写真でしか見たことないです。日本で入ってきてるのはほとんど木のルーバータイプ、でも冷静に考えればこんなのどこに置くんですかって感じですけどねこんな横に長くて、いや横に長くて、当時はね特にね、でこれ結構奥行きがあるんですよ。35センチ40センチぐらい奥行きがあってすごい深いんで、これをくっつけて置いたら、もうこういうふうに置いてあるのを見て、ミニゴンっていうのは分離するんですよね、確かに。その通りです。もう2つに分かれます。この美しさと、この後ろに書かれてるこの人たちのね、記事というものへのやっぱり思いの深さというものを、中学3年生でしたかねあんまり周りにいないタイプだったんですか？それとも全然いないですね。おかしいですねでこれをもう隅から隅まで穴の開くほど読みました。その中にこういうね、こういうページもね、ダイナミックオーディオのダイナミックオーディオの怪しいイラストのページがあって、関谷さんだね、店長。いいですね、女性もいらっしゃるっていうのは、そうだね、今おじさんしかいない本当にソシアルショップですよ。ソーシャルってこと？ソーシャル、ヤングサウンドって書いてあるのね死語しかない死語で構成されてるいいね、広告が渋谷の、はい、この次がなんとじゃあ最初音じゃなかったってね、の表紙がこれまた4350の一番初期のタイプ、ウーファーが白、コーン紙が白で2405がこう馬蹄形っていう、こんなこと言ってもあんまり何それみたいな感じですけど、あっち側でね、そうそうって言ってる人が何人いるかだよねこのやっぱ美しさですよね美しさ、表紙なんて綺麗、当時の安西先生の写真も素晴らしいわけですけど、素晴らしいですね。そのバックグラウンドのコンと対称性、全く同じじゃない。これを見て、またさらに中身を読むといろいろあるんですけど、これは一つこういうふうに特集、各機器メーカーのね機器のこういうふうにいろいろで、またね写真が綺麗でね、こういうふうにね、綺麗、本当に綺麗でね、本当に綺麗なんだろうね。60周年記念の時の JBL の冊子の時のもうハークネスもそうだし、C40 とか C30 の箱ね、写真の撮り方ももうね本当に綺麗だね。あれを見て欲しくなるよ、本当にカタログとして。厚木さんも音よりもやっぱり佇まいというかビジュアルイメージで最初来たわけですね。製品の持ってる質感とかね、さっきのミニゴンのウォールナットの美しさとかね、でもう決定、次がもう決定的な察した38号76年のこのオーディオ評論家、そのサウンドとサウンドロジーという、この中に
クラフトマンシップの粋という、ありましたね。これですね。もうこれですね。このそれです。これですね。はい。SG520 ですね。これとこの本当素晴らしいですね。はい。あれ520はダニエル・アッシュクラフト。いや。アーノルド・ウルフ。アーノルド・ウルフ。はい。ウルフですね。ウルフ。パラゴンSA600 もアーノルド。はい。これもそうですね。SE400 もそうですね。そうだよね。はい。これですね。そうでもこの前ちょっとこれがあるからほんの少しぐらいは予習しとかないと思って。偉い。ほんの少しだけどね。SA600 を依頼された時のアーノルド・ウルフのものづくりのことがいろいろ書いてあってインタビューで。いやあれだけの数のつまみしかないのにつまみの位置とかあと内部構造をフロントで、お知らせするというか把握できるようにしてると、ツートンカラーとか、やっぱりね美しいですよ。美しいです。本当に美しいなと思った。ここが電源部よってことですか？向かって左側が電源部。その通りです。実は SE408 というのがあってパワーアンプがあって、そのパワーアンプの背中にプリブをつけたのが SA600 ですから。背中に、はい。でケーシングして作った、実に合理的な、はい、設計をされてるわけですけど、あとこの中で、山中先生と岩崎千秋さんがもう語ってるわけですけど、この語り部がもう素晴らしい何度読んだかはわからないぐらい。その時点で厚木少年は JBL のサウンド自体は聞いてないです。聞いてないんですね。どうも聞いてない。聞いてないけど、運命的なのはここの特集が JBL だったのと、先ほども言いましたこれ評論家の家を黒田教一先生が巡ってるわけですけど、トップが岩崎先生、パラゴンですね。パラゴンの両脇に見にくいですけどハークネスがあって、パラゴンの両耳のなんと 620A が乗っかってるというね、逆さまに乗ってんのね。はい、大胆不敵なでレコードプレーヤーはなんとパラゴンの上にあるという。すごいね。中を読むと分かりますけど、力技なんですけど、中を読むとここが一番ハウリングが少ないんだという理由がちゃんとあるんですね。ここが一番なんじゃなくて、ハウリングが少ない。分かんないけど後からつけた理屈かもしれないけど。でここに当然ですけど、クワード8の6200といってもなかなかこのミキサーの上に JBL がいるということですね。ここになぜかさらっといるという。フロッキーですよね。はい。スタジオの。でこの次に現れるのが瀬川さん。対照的なね部屋の雰囲気。整理整頓されちゃってるんでここは JBL4341 という4343の前身のスピーカーがあって、下駄を履いてますけど、これ買うと当時はこの下駄がネジ止めされてたんです。先生はこのまま置いてたと。箱から開けて下駄を取らないで。海外輸出用の例えばマッキントッシュでも今でもついているような木の下駄がボルトで止まってんのを外してないということです。その通りでございます。それはでなおかつ JBL が2部屋にまたがってあります。よく見るとここに3があります。こっちね和室でこっちカーテンでしょ。昔の間取りだね。このさもありなん的なもう仕方ないけどこれでベストっていうのが素晴らしいですね。こうぐだぐだ言わないと。今ある自分の置かれた状況でベストを尽くすと。でこの次のページを開けるとここにやっぱりいるんですね。しかも2台。520が2台。でなぜかヤマハのカセットデッキが。TC800GL 斜めのやつですか？斜めのやつで実はこのカセットデッキ僕の部屋にも今余談ですけど。誰でしたっけデザイナー、なんかイタリアっぽい名前の人。ちょっと名前はすみません忘れました。こういうつながりがあってね、何回も見れば見るほどもう音よりも先に物として見てしまった、あと言葉として伝わってきてしまったっていうのが僕の JBL体験ですね。なんだろう、音原理主義みたいな人からすると先入観バリバリの少年が出来上がったっていうことですね。この品物が欲しいというのがもう一番の
これを所有したいという、でもある意味まっとうだよねそうだね、結局まあどうしても今ね音を確かめるのも重要だけど、そっちばっかりになりすぎるとね、また多分、一番楽しい状況から自分から離れちゃうこともあるかもしれないね。そうだね、音じゃなく優先順位の感情っていうか、あるからね。とはいえ一番最初に音で感心したみたいなのは記憶にありますか？音でね、JBL の実際の動いている様っていうか、その働いている様を見て感心したっていう。そうだな、まあ本当に19歳の時にラオックスさんのオーディオルームの視聴室で友達と一緒に聞いた 4343ASF でね、マッキントッシュの当時のアンプでね、プレイヤーは何だったかな、トーレンスだったかな、めちゃくちゃ覚えてますねで聞いた、キース・ジャレットのケルンコンサートは素晴らしかったです。すごい音の透明感っていうのかな、抜け感っていうのかな、それは、培われた先入観を解決するのにもう十分な説得力のあるサウンドだったっていう。実は他のものを聞いてみたいとかいうそういう意識が実は全くなかったので。なるほど。出来上がってたのそう比べてどうのっていうのがね、ほぼない人だったので、JBL 聞かせてくださいそれ以外は、あれと比べてどうなんですかねなんていうのは僕実は何にもないんですよ。割ともしかしたらいまだにどれぐらい経ったんだろうね。いまだにそうってことだよね。でもやっぱり4343でちょっと音としては洗礼を受けたかな、最初は。4343で。で時は流れ、オーディオ店の一員として働くことになった厚木青年は噂によると週に1回は4343を配達してたというような。いや週じゃないよ、ほぼ毎日でそれだけ売れてたっていう。売れてましたね。一番驚いたのは、4343が手に入らないから貸し出ししてたっていう話はびっくりしましたね。4343貸し出しですよ。それは新品が入荷するまでの間で、新品入ったから入荷して引き上げて、その箱に新品届けて、その箱に入れて持って帰ったっていうのが一番。今でも例えばすごい高価な持ち運びのできるものだったらない話じゃないけど、140キロぐらいあるでしょ。いや、段ボール箱に入ってて100キロですね。100キロか、それをオーディオ屋は重労働なんだなっていうのをその時初めて認識しました今の日じゃないね。今の日じゃないですね。当時本国でも、そんなに売れてなかったスタジオモニターっていうか、本国の人たちが日本には一体いくつスタジオがあるんだっつって驚いてたっていうぐらい、誰が言ったか知らないけど、それだけ売れてたのって感覚として当時どんな感じだったの本当に、日本だけで特有な販売台数を誇っているっていうのはその時に自覚は多分あんまないんじゃないかな。そう、あとやっぱ丹野井のアーデンとか売れてたからね。とはいえアーデンって割と家庭で使うことを想定されて作られてると思うんですけど、4343っていうのはスタジオ基本的にはですよね。それはひとえに皆さんがステレオサウンドを、読んでたかどうかは分からないですけど、ステレオサウンドで瀬川冬樹さんの、使っていらっしゃいましたけど、彼がやっぱり評価した記事っていうのが多分人づてに伝わったか、その影響がもう絶大だったと思います。こんなことやっちゃっていいんだみたいな感じで、こういうの買ってもいいんだみたいな、やってみたいとオーディオあんまり知らない人でも買っちゃうっていう。買ったし、届けた先はもう今めったにないですけど、何々そうなんですよ。わかります？そうですよ。外階段、ハイツとかビラとかじゃなくて鉄製の外階段で上がっていくと真ん中に廊下があって両側に部屋があると、水場をひょっとしたら共同みたいな。それと階段をギシギシ言いながらスピーカーを運んで、ど根性ガエルの先生が住んでるようなところね全部その時代でしょで6畳間の正面にスピーカーを収めて真ん中にラックがあって、あと前に布団とか
はい、折りたたみのソファーが置いてあるようなでそれ布団になるようなものが置いてある部屋はすごいよね、本当によく行かせてもらいましたね。すごいね。まあそういうところに持ってって鳴らした音がだいたいまあつないだだけ以下の音ですね。以下の音、はい、あつないでこんなひどい音出るんだみたいな、当然ですけど、頑張ってくださいねって言って帰るんですけどね、これからですね、これからですよって。まあそのあれかオーディオのその頑張ろうとか成長していくっていうのがもうその時共通認識であったんだね。挑戦するとかオーディオに対して格闘するとか、それは当たり前な感じ。何その最後の一言みたいなのはなくてよし頑張ろうみたいな、まあ頑張ってくださいっていうかそれ伝わったんだ、ちゃんと、まあ、そういう業界だったってことだね。でそんな中で自分でもその挑戦をスタートするわけじゃないですか。まあちょっと動機はまあ不純なほんのちょっとだけ、まあ若い頃ありましたけど、まあそういうところに入れば安く買えるまあ正しいよねそれも。虎穴にいらずんば虎子を得ずっつって、まあ欲しいものが、まあ前置きとして実は働く前に親に借金をして JBL のユニットがアルニコからフェライトになるという記事を読んだ時に、これはまずい、これはまずいと、働いてもない金もない僕がどうしたらいいか、もう親に借金をして375と075と 2220B というウーハーを実はオーディオユニオンから買いました。スリーウェイが出来上がると。はいはい。その時375が安かった18万円10万8000円だったかな、めっちゃくちゃ安くて、でそれを買って将来組み立てようと思ってずっと持ってたわけですけど、まあ勤めて数ヶ月後に変則的なオリンパスが中古で入ってきたので、ああその差はもう他のスタッフも S8、はい、S8 が入ってきたんで、もう変則でウーハーは LE15A ではなかったし 2205B だったし、ショートホーンはなかった、 HL93 だなかったし、しかもでも上にゴールドウィングが乗っかってた、HL89 が乗っかってで僕はもう締めたと思ってたそれ一度も075だけつないで使ってたけど、一度も風も音も出してない375と 2220B をダイナミックオーディオに売ってそのオリンパスを当時の専務にお願いして買わせていただきました。45の1階の現在の清水さんが今でもなんかその格子、はい、オリンパスの格子を綿棒で超丁寧に掃除してる厚木くんがなんか妙だなと思ったら自分で買ったよっつって妙に丁寧に掃除してるな、自分のっていう、そうこれ俺のってやつでしょ15年使って15年苦しみも楽しみもねやりたいことをいっぱいやらせてもらったオリンパスでしたけどね、はい、結局最初はどうだったんですか、期待したサウンドに対して最初の鳴りっていうのは。さっきお客さん家行って、お客様のとこ行って鳴らした時の、いやこんなひどい音出るんだっていうような、いや僕の自分のバックロードホーン、長岡哲夫式のバックロードホーン作って自分でノコギリで切って作ってフォステックスのユニットを入れた音の方が全然良かったですよ。それはまとまらないということ？バラバラ、支離滅裂。オリンパスなんかなりそうな雰囲気あるけどね。年本置きでね、そんなことはないんだ。さっき言ったようにもう根本的なユニットがもう入ってなかったので、僕はもうそれは理想だったので、まあそうか、やや変則の構成だからという。僕はもうパッシブラジエーターは使わないと思って外して開けたり、木を買ってきて閉めたり、中に本を入れたり瓶を入れたりめくられたりしたりめくられたりしていろいろやった瓶を入れる、結果5年でやっぱり箸にも棒にもかからないっていうのが分かってウーハーを変えようと、でダイナミックを出て E の145っていうオルガン用のウーハーを買ったんです。ごめんなさい、それは正規のものじゃないわけですよね。いやちゃんとハーマンインターナショナル、それはオリンパスの正式採用のものではないわけですね。でなぜそのウーハーかっていうのは、記事で
過去の記事で読んで知ってたんですけど、コーン紙の構造がほぼ1960年前半まであった 154C っていうマテリアルウーハーがあったわけですね。それはどっちかというと本ロード用のカーブドコーンっていう D130 みたいにこう半円を描いてこう落ちていくカーブじゃなくてストレートコーンで、なおかつフレームが分厚くて聴覚が深い、まあ有名なところだとハーツフィールド、初期のハーツフィールドとか、パラゴンも初期は 154C っていうか、これ構造的に期待できるぞと。まあこれはフェライトだけど、クソと思ってフェライトだけどやったらそのオリンパスの箱とチューニングが取りやすかったと。これはしめしめと思っていい判断だったと思ったで、その何年後かに目の前に今度は E だったんだけど K の145っていうのが現れて、K っていうのはアルニコの同じモデル、より古い、まあそういうことは僕は大好きなので、やっぱアルニコだよなってアルニコに変えて、これもしめしめと思って15年使いましたね。20歳から35まで。アルニコとフェライトに関してはなんだろう、前に話で聞いたのはそれぞれ割と良さがあると。あるのは間違いないです。でこだわりだけです。アルニコが例えば高トルク型だとしたらばフェライトがハイスピード型。全然そんなことないです。ない全然ないです。使う人次第です。なるほど。それはじゃあもう市場価値としての金と銀があった時にどっち選ぶかっていう。その通り、それしかないです。はい。僕がよく言うように西から登るか、富士山を西から登るか東から登るかだけです。ないです。ただ僕はまあちょっと古い人間なので、あればアルニコが欲しいと。なるほど。でピカピカの075だったんだけど、それもダイナで古いちょっとザラザラした16オームの075でだからそれもやっぱりこっちに変えたいなってポロッと変えて、インピーダンス違うのでやっぱだいぶ違います？075全然分かりません。それも分かりません。分かんないか。そっか。そういう満足感の方が僕は強くて、いきなり結果を求めたりはしないし、あんまりいい結果になったことが実は一度もないので、うわーなんて驚いて涙が出るようなことは物を変えて一度もなかったので、こんなもんかなとか。でもやっぱり変えたい。それでも変えたい。ただ16数字が8か16かがね、アルニコかフェライトかあるんだろうね、きっとどこかでね変化は起きてるんだろうけど、なんだろうね。やっぱり僕はスピーカーから入って、アンプもオリンパス買った後に買ったわけですけど、実はそういう意味で言ったらJBL のさっきの SG520 は僕も、実はもう今年で41年使ってる、42年目に入るので厄年ですね。厄年ですね。かみさんと一緒にいる時間より長いです。そういう出会いがあったからあれだけど、こうやってお店に勤めさせていただいて、やっぱり昔からやっぱり JBL 好きで JBL でお付き合いさせていただいている方っていうのは、なんかやっぱり共通の匂いみたいなものはそれ分かりますね。共通の匂いとか雰囲気とか思いとか、そういうのすごく感じる。JBL ってなんかそういう意味での存在感がオーディオ界の中において、僕がそう思ってるだけかもしれないけど、なんかね特殊なものを。いやことごとくあるでしょ。実際匂いあるよね。匂いはもちろん。これはJBL を置いている家特有の匂いっていうのは、僕も自分の家に置いてて玄関からその匂いがしてこれ JBL の匂いだったのかみたいな。僕も自分のフロアにJBL の中古が入ってくると、休みの日の次の日に入ると、そうだ中古 JBL あるもんなって思う匂いがちゃんとある。あるよね。オイルなのかな。すごいいい匂い。でもよっぽど自分の例ですから他の人に頭払う、よっぽど頑張らないと僕はダメだったね。音ということに関してはもう徹底的にダメだったね。
これがね非常に難しい表現なんですよこれ、はい、これ難しい、僕たちの中でしか成立してないような頑張らないととかね。さっき言ったようにオリンパス15年使ってそうですね、まあ10年はダメだったね。10年は聞いてただけだね、鳴ってただけだね。10年目ぐらいから少しずつこう意思が通じ合うようになってくるっていうのかな。まあことあるごとにマラソン視聴会でもいろんなところで話しますけど、ステレオサウンドで書いてられた山口隆さんがね、はい、僕の音を聞いてね天板にやられましたからまあ、ありがたいことですけどね。僕はベーシストの、はい、ポール・チェンバースでしたっけ。そうプレステージ版のマイルス・デイビスのクッキーのマイ・ファニー・バレンタインをかけて聴き終わったらこういうベースペンペンベースっていうんだぜショックだな。こちたいね、まあ僕はあんまり実はオーディオが大好きで、オーディオの知識だけはなんか若いのにしこたまありましたけど、ことじゃあ楽器がどうなったら素晴らしいのかとか、その演奏家レベルの難しさとか厳しさとか素晴らしさってことにはほとんど実は意識がなかった、その一言で初めて俺にそういう意識がないっていうのが初めて分かったねそれ衝撃的な出会いでしたね、やっぱり。もうあれならもう折れてるねまあね、1週間ぐらいもう電源入れないね俺にはよく鳴るというイメージがないんだっていう、音楽側から見たね、演奏家側から見たそのミュージシャンの素晴らしさっていう意識が僕にはなかったのがね、バッサリ切られました。怖いな。なるほど。でも指南はないわけですよ、言葉だけですよ。じゃあペンペンベースじゃないようにするにはどうしたらいいのかっていうのは壮絶なまでに悔い改めたというか、目が覚めることだったんですよね、それが。それはもうどういうことがどういう低音になれば、低音じゃないどういうウッドベースの響きが僕には必要なんだっていうことです。少なくともそれを想像するようになったわけですね。そう想像するようになった、想像したね、結構歩きながらでもなんか考えてたね、ぼーっとね、でもその一枚じゃ済まないのが音楽だからね、じゃあねオスカー・ピーターソントリオのレイ・ブラウンとかさ、ねつまりキス・ジャレット・トリオのゲリー・ピーコックとかなったらさ、どうしたらいいと思うよこれこそがだから本来の意味での格闘なんだな、多分物を変えるとか、部品をどうのこうのとかじゃなくて、おそらく自分のイマジネーションをしっかり構築して、それに実際の音を近づける心の働きっていうかね、そこで、やっぱり学んだのは反復しかないってことだね、ひたすら反復するしかないってこと、毎週木曜日ね、毎週木曜日の木曜日定休日毎週の木曜日極力どこにも出かけないで家で反復するっていうのが、もう反復しかない聞くしかない、聞いてなんでダメなんだっていうことを確認するしかない、でそんな10年を経てオリンパスがなかなかいいなり方になってくるような体験を経て、いわゆる憧れの最たるものについに手を出すことになるわけですね。それはよく周りのよく知り合いの人に30歳になってパラゴン買いますっていう、実は僕はもう19の時にノートの端っこに自分のシステム書いてましたから、実はそれを持ってるので、それ呆れられるけどね、みんなに。19歳の時にもう自分が将来持つシステムを全部決めてたってことです、EMT の930と520とバランツのモデル9とパラゴンはもう19の時に買うって決めてたから、順番はいろいろあるにしろ、でもさっき言った山口隆さんがその最後のオリンパスを聞いて、よくここまで来たねって言ってくれたのはすごく嬉しかった。オリンパスはよくここまで来たね。ある種免許皆伝卒業ということで。いや少しだいぶ友達になれたね、やっぱりね、やってほしいことが分かるように。そしてそれを売ったかと思いきやいまだに家にあるんでしょ。家にあるんだね。そうだね。まずいよな、ちょっとまずい。いやもう俺もらおうかなと思ってるもんね。俺もらえない。